10名様で締めて175万円になります。そんな店員の明るい声にカウンターがざわついた。175万円。いくらこの店が高級寿司屋でもあまりにも高すぎる。とてもじゃないけど、そんなお金は払えない。俺がきっぱりそう言うと、はあ？お前ふざけんなよ。払えないなら警察呼ぶからな。店員は俺たちを指さして無銭飲食犯とまで言い出した。何が何でもこの場で175万円を支払わせる。そんな気迫に満ちた目だ。仕方がない。ここにいる10人が何者か、俺は店員に教えてやることにした。俺の名前はみつる、31歳。突然だけど、俺にはろくでもない幼なじみがいる。名前は竹雄。年は俺の2つ上。軽薄で乱暴で悪知恵ばかり働く嫌なやつだ。警察官だった祖父が竹雄を家に連れてきたとき、俺はまだ小学生になったばかりだった。この子は竹雄。今日からうちに住むことになったから仲良くしなさい。目つきが悪くて意地悪そうだな。そんな第一印象だったのを今でも覚えている。両親から育児を放棄された竹雄は施設に入る寸前だったらしい。祖父が竹雄を引き取ったのは彼が大切な友人の遠い親戚だったから。当時家長である祖父の言葉は絶対だった。俺の両親は黙って竹雄を受け入れた。俺も子供なりにできるだけ早く打ち解けようとして自分から話しかけたりもした。けれどダメ。少しもうまくいかなかった。竹雄が見た目通りの意地悪男だったからだ。慣れ慣れしいやつだな。鬱陶しいからやめろ。ぶん殴られたいのか。家庭環境が悪かったり、心に問題を抱えたりすると、子供は嘘つきになりがちらしい。人の気を引いたり、相手をコントロールしたりするために嘘をつくようになるのだとか。竹雄の場合がそうだった。彼は相手が誰だろうと構いなし。とても自然に嘘をつく。俺を殴って泣かせておきながら、うちの両親には、みつるが転んだと言ったりした。俺の貯金箱から小銭を取って駄菓子を買ったくせに、取ってないと平然と言ったりした。警察官の祖父がそんな不正を許しておくはずはない。竹雄はよく祖父から叱られた。竹雄、浅はかなことをするんじゃない。嘘をついてもすぐにバレるんだぞ。うるさいな。ほっとけよ、じじい。俺は自分がやりたいようにやるんだよ。嘘をついたら人から嫌われる。信用してもらえなくなる。それでもいいのか？知るかよ。騙されるようなバカから信用されなくたって別にいいさ。ああ言えばこういう竹雄。彼は俺や周りの大人たちを嘘で騙し、困る様子を見て大いに楽しんでいた。あんなにも性格が悪くてろくでもない人間を、俺は後にも先にも竹雄しか知らない。祖父からどんなに叱られても嘘をつくことをやめず、竹雄はそのまま成長していった。やがて竹雄はいわゆる不良とかヤンキーとか呼ばれるものになっていった。悪い仲間と徒党を組み、周囲に迷惑をかけ、向こう見ずで愚かしい真似を繰り返す。万引き、恐喝、詐欺行為。竹雄の振る舞いはどんどんエスカレートしていった。当時の祖父の気持ちを想像すると、俺は何とも言えない気分になる。身近な悪ガキ一人を強制することもできないなんて、警官として悔しかっただろう。一方、俺はというと、自分で言うのもなんだけれど、かなり聞き分けがいい子供だった。そんな俺と比較されて、周りにため息をつかれるのが、竹雄にしてみれば苦痛だったらしい。竹雄は俺に対して直接的に暴言を浴びせたり、暴力を振るったりするようになった。そしてそれでも俺が動じないとわかると、
今度は堕落の道に引きずり込もうとしてきた。なあ、みつる、俺の友達の家に遊びに行こうぜ。いいもの見せてやるよ。やだよ。竹雄の友達ってなんだか怖い人ばっかりだし。怖くないっての。何かあったら俺が助けてやるからさ。俺は竹雄からの誘いをすべて断った。悪ガキのたまり場に一人で飛び込むなんて絶対にありえない。もしも行ったら俺は無理やりお酒やタバコを覚えさせられるだろう。場合によっては飲酒や喫煙の瞬間を写真に撮られ、脅しの道具にされてしまう。竹雄は深夜徘徊や無断外泊もしょっちゅうしていた。大人に叱られても知らん顔。そんな彼に誘われて一緒に遊ぶのなんて、俺にとっては犯罪に手を染めるのと同じだった。竹雄と仲良くしていたら僕まで周りから冷たい目で見られる。そんなの嫌なんだ。宿題だってしないといけない。お願いだから僕のことは放っておいてよ。俺から誘われるのがそんなに迷惑か。ガキのくせにお高く泊まりやがって。怒った竹雄はあれに荒れた。殴ったり蹴ったり物を投げつけたりしてきた。祖父と両親が止めに入ってくれなければ俺は大怪我をしていたかもしれない。竹雄は謝りもせずに家を飛び出して、それから1週間ほど帰ってこなかった。その後も竹雄の振る舞いは悪質さの度合いを増していった。とりわけ俺たち同居人を困らせたのが、家のものを勝手に持ち出す悪い癖。遊ぶ金に困ると竹雄は人の持ち物を盗んで売った。家族はすごく迷惑した。主にターゲットにされたのは、クローゼットの中にしまい込まれた服やバッグなど。衣替えをしようと思ったらなくなっていたということがしょっちゅうあった。他界した祖母の着物が消えていた時は、さすがの祖父もかなり取り乱していたものだ。竹雄、お前が盗み出したんだな。町の古着屋に問い合わせたら、買い取れないから断ったと連絡があったぞ。着物はどこだ？すぐに返しなさい。もうとっくにフリマアプリで売ったよ。大した金にはならなかったけどな。ゲラゲラと笑う竹雄に俺たちはドン引き。祖父も両親も怒る気力さえなくなってしまうくらいだった。居候先の家族をこんなに苦しめて竹雄は心が痛まないのだろうか。他にも竹雄は目下の人間を脅して過激な動画を撮り、広告料を稼いだりもしていた。お金が絡むと妙に頭が回るし、異常なほどの行動力を見せる。そんな竹雄だった。追試を受けたり補習に参加したり、竹雄はそうやってどうにかこうにか高校を卒業した。おまけに父の知り合いに相談して就職先もスムーズに決まった。竹雄本人以上に嬉しそうだったのが祖父と両親だ。厄介者の自立を喜んでいた。祖父がお祝いに連れて行ってくれた寿司屋で竹雄は高いネタばかり食べに食べた。たくさん食べて満足したらしい。上機嫌の竹雄は久々に俺にあれこれ話しかけてきた。春から俺は建築会社の社員だ。働きながら資格も取らせてもらえるんだと。建築会社か。体力が必要なイメージがあるよ。上下関係も厳しそうだね。後から知ったけれど、その建設会社には竹雄のような訳ありの社員が多かったらしい。大半は親にも見放された不良やヤンキー。社長自身、若い頃はやんちゃしていたという。建設会社であると同時に、行き場のない若者たちの受け入れ先という役割もあったようだ。おまけにかなり忙しい会社で、社長はいつも社員が足りないと嘆いているのだとか。父がそんな話をすると、竹雄はふんと鼻で笑った。どこでもうまくやっていけるさ。こう見えて頭の出来はいいからな。すごい自信だね。土木の仕事なんてやったことないのに。すぐになれるさ。みつる、お前みたいなどんくさいやつと俺を一緒にするなよ。
話はその後、俺の将来のことに移った。高校を卒業したら大学に進学するのか、就職するのか、進学するとしたらどんな大学のどんな学部か、働くなら職種は何か。今にして思えば、竹雄とあんなに話をしたのは、あの時が最初で最後だった。その後、一人暮らしを始めた竹雄は、人生の坂道をどんどん転がり落ちていった。俺が次に竹雄と会ったのは大学2年生の頃だった。久しぶりに連絡が来たから何かと思ったら、話があるという。約束の日、指定されたカフェに行くと、奥の方のテーブルで誰かが手を挙げた。髪を茶色に染めてサングラスをかけた竹雄の姿は、うさんくさいことこの上なかった。ようみつる、久しぶりだな。お前元気にしてたか？まあね、そっちは？今は建設会社の社員だったっけ？ああ、あの会社は2年くらいで辞めた。先輩面して嫌がらせしてくるろくでなし野郎ばっかりいて、マジでうざかったからな。今はキャッチの仕事をしているんだ。その時に聞いた店名を後から検索したところ、いかがわしいお店の情報が出てきた。キャッチというのはいわゆる客引きで、道行く人に話しかけて店に連れて行くらしい。今日こうして久しぶりに呼び出したのはなぜか。俺は本題に入った。すると竹雄は、みつる、じいちゃんにお願いして俺のために金を借りてくれねえかな。なんだよそれ、そんなことできるわけないだろ。頼むよ、幼なじみのよしみでさ。金がなくて困ってるんだよ。仕事はしているけれど収入は微々たるもの。明日の食事にも困るような状況にあるのだとか。だからって代わりに金を借りろだなんて虫が良すぎる。俺は断固拒否した。しばらく押し問答をしていると竹雄はむっとして、この俺がこれだけ頭を下げてるんだぞ。少しくらい協力しろよ。自分の人生は自分で守ってくれよ。俺はもう同居人でも何でもないんだからさ。白状者、お前の大学に行ってあることないこと言いふらしてやるからな。竹雄は苦し紛れに今度は俺を脅してきた。大学で悪い噂を立てられるなんて冗談じゃない。結局俺はその場で自分の財布から竹雄にいくらか貸してその場を取り繕った。ただこのやりとりのせいで俺はしばらくこの厄介な男から粘着されることになった。後日竹雄は俺を借りた金のことで話があると呼び出した。素直に返すつもりがないことは電話でのやりとりだけですぐに分かった。だけど貸したままというのも癪だ。俺は仕方なく指定されたカフェに赴いた。ニコニコしながら俺を迎えた竹雄は唐突に壺を買わないかと尋ねてきた。霊言新たかな。この世に2つとない特別な壺なんだ。この前借りた金を頭金にしていいからさ。残りはローンを組んで毎月20日に引き落としってことでどうだ？どうだって言われても壺なんか買わないよ。そもそもいくらするの？200万。じゃあ印鑑は？マンモスの牙で作られた特注品なんだ。冗談じゃない。俺はやりとりをしながらすごく嫌な気分になった。まさか幼なじみから怪しい壺や印鑑を売りつけられる日が来るなんて。昔からろくでもない男だったけれど、落ちるとこまで落ちたという印象だ。得意げに壺の霊験を語り続ける竹雄をそのままに、俺は席を立とうとした。おい、どこに行くんだよ。話はまだ終わってないぞ。もういいよ。貸した金は返さなくていい。もう電話しないでくれ。壺は買わないのか？この壺を買えば先祖の魂が浄化されるんだぞ。いらない。頼むからもう金輪際、俺には連絡しないでくれ。わめき続ける竹雄を置いて、俺は店を後にした。何が霊験だ。俺が信じるとでも思っていたのだろうか。幼なじみの哀れなほどの堕落ぶりに、俺はため息を禁じ得なかった。その後、俺は竹雄の番号に着信拒否の設定を施し、完全に連絡を絶った。俺が竹雄と再会したのは
それから10年後、同僚が結婚することになって仲間と前祝いをした帰りだった。呼び込みの男につきまとわれてへきへきしていたら、その呼び込みが急に態度を変えて、あれ、お前もしかしてみつるじゃないか？なんと相手は竹雄だった。この10年で少し痩せたようだけれど間違いない。竹雄は慣れ慣れしい態度で寄ってきて、ぜひ店に来いと勧めてきた。彼が勤めているのは高級な寿司屋らしい。寿司屋の呼び込みなんて初めてだ。幼なじみのよしみでサービスするからさ、お祝いだったんだって。じゃあうちの店でパーッとやっていけよ。な、同僚の皆さんもそれでいいですよね。仲間たちはみんなお酒で気が大きくなっている。俺と幼なじみの偶然の再会を大いに面白がってもいた。嫌な予感がしたから止めようとしたけれどダメだった。結局俺も含めた10人で竹雄が勤める寿司屋に入ることに。結果から言うと寿司は大してうまくなかった。シャリは硬いし、ネタは古い。出てくるビールや酒はぬるいし、床もカウンター席もどことなく油じみていた。ウニを頼めばアンモニア臭がきつい。イカは噛めないほど硬い。上がりは粉っぽい。みんな黙って食べているけれど、俺の幼なじみがいる店だから我慢してくれているだけだ。せっかくのお祝いの雰囲気はぶち壊し、さっさとお会計をして店を出ようという話になった。ところがだった。レジの前で竹雄は俺にとんでもないことを言ってきた。10名様で締めて175万円になります。そんな竹雄の声にまだカウンターにいた同僚たちも騒然となった。175万円。予想していた額の10倍近い金額だ。もちろん俺は支払いを拒否した。こんなのぼったくりだ。こんなに支払わなければいけないなんて聞いていなかった。すると竹雄は険しい顔つきで、料金については入店前に説明したと言ってきた。うちのは極秘ルートで特別に仕入れる特上のネタなんだよ。それを一流の職人が極上のシャリと合わせて最高級の下駄に乗せて出すんだ。高くて当然だ。いやいやいや、それにしたって限度があるよ。文句があるなら出るとこ出てもいいんだぞ。この無銭飲食野郎。無銭飲食呼ばわりされるとは思わなかった。竹雄の目つきはどんどん悪人じみたものになっていく。きっと今までもこうして何人もの客を陥れてきたのだろう。余罪があるに違いない。このまま放っておいたら被害者は増える一方だ。おい、聞いてんのか？ 175 万。払えないなら警察呼ぶぞ。いいのか？あ、僕ら全員警察官です。え？俺たちが身分を明かすと、竹雄も職人たちも真っ青になった。そう、俺は大学を卒業した後、祖父と同じ警察官になる道を選んだ。今いる仲間たちは、俺も含めてみんな警察官。通報してもらうには及ばないのだ。とんでもない商売をしているね、竹雄。ここで会ったのも何かの運命かもしれないな。ちょっと責任者の方と一緒に最寄りの警察署まで来てもらおうか。いや、ちょっと待ってくれよ。みつる、俺たちはただまっとうな商売をしているだけなんだよ。今日はたまたまネタが高価だっただけで。言い訳は署で聞くよ。さっき話していた極秘ルートとかいうのも気になる。密漁なんかしていたら大変だし、金額的にもその点を疑われて当然だ。わかるよね。俺たちはしょんぼりしてうなだれた様子の竹雄と板長を警察署に連行した。竹雄たちが密漁に手を染めていたことが判明したのはそれから数日後のこと。密漁の罪は重い。最大で3年以下の懲役または3000万円以下の罰金が課せられる。竹雄たちの寿司屋については消費者センターにかなりの数の報告が寄せられていた。ぼったくり寿司屋は間もなく営業停止となり、経営者ともども町から消えることになった。今頃竹雄はどの程度の刑罰を課せられるのか不安でビクビクしていることだろう。ろくでなしの幼なじみの慣れの果てがぼったくり寿司屋の呼び込み係、
本当に笑えない。後日俺は久々に祖父を寿司屋に連れて行くことにした。竹雄の件を報告すると、祖父は大きなため息をついていた。悲しいけれど、世の中には救いようのないろくでなしというのが間違いなくいる。彼らの中には罪もない人々を食い物にして利益を得ようとする厄介な連中もいる。俺の役目はそんな奴らから市民を守ること。食事をしながら祖父はそんな話をしてくれた。祖父の教えを胸に、俺はこれからも警察官として一生懸命町の平和を守っていこうと思う。